はい、どうもこんにちは。平林金属男子ソフトボール部の松田です。本日はドロップの投げ方紹介していきたいと思います。皆さんお気づきかもしれませんが、マイクちょっと聞き取りにくいっていうコメントあったんで新調しました。本日はドロップの握りとライズと同様投球メカニズムについて説明していこうと思うのでよろしくお願いします。はい、ドロップなんですけど、ピールドロップっていうドロップとロールドロップ、2種類あります。でまず2種類とも、握り紹介していこうと思います。はい、これがピールドロップの握り方です。ピッチングの基礎の時にちょっと話はしたんですけど、ストレートと言われる球の同じ握りです。その基礎の時にフォーシームで握ってください、逆向きの C で右ピッチャーは握ってくださいっていう話ちょっと触れたんですけど、野球のストレートって言われる球と、同じ握り、下投げウィンドミルはトップスピンがかかるように投げるボールです。でこれのポイントとして第一関節、皆さんこの山に第一関節を結構合わせると思うんですけど、僕の場合は山にこう手のなんていうんだろう、指の腹っていうのかな、ここを握ります。でこれなんでかっていうと、ここで持つと第一関節に合わせてしまうとどうしても引っかかりが強くなって高めにボールが行きやすくなります。で僕の感覚としては指のここの腹で持ってボールをポンと抜ける感覚でちょっと投げてます。そうすると高さも低めにいってもちろんスピンもかかるので、ちょっとそういうのを意識して握っています。はい、続いてはロールドロップです。ロールドロップは先ほど言ったピールドロップの握りからちょっとこっちにずらしてください。これなんでずらすかっていうと、投げる時にも軽く触れますが、ロールはこうひねってボール投げるので、ひねってリリースする時にバッターがずらすことによってバッター側に指が入るので最後しっかり押すことができます。なのでちょっとこっち側にずらしてもらえると、変化かかりやすいかなと思います。はい、じゃあピールドロップの投げ方説明していきます。基本的には、基礎編でやったストレートって俗に言われる球と同じ投げ方です。でポイントとしてはここまでボール上がるまではどの形どの向きで手入ってきても構いません。ですがトップできた時、この時にボールを右ピッチャーであれば三塁側こっち側に見せてください。でこのまんまずっとこの向きでボールを下ろしてきてブラッシングですね。ブラッシングされることによって手は自然と内側向きます。なのでこれを利用して内側向いたところで離す。簡単に言うともうこれだけです。でライズと比べてちょっとリリースは高い位置で投げてもらえるといいと思います。ちょっと軽く投げてみます。はい、続いてはロールドロップの説明をしたいと思います。先ほど握りは、説明したので投げ方ですね。フィールドロップと一緒でここまでは手がどの向きで入っても構いません。ですがこのトップの時ですね、トップの時はしっかり胸開いてこの形をとってください。でよく
ひねるドロップでどこからひねりますかって聞いた時に、だいたいここら辺でこうひねっていきますって言われる方多いんですけど、ここの幅でひねるのはちょっともう間に合わないので、意識としてはトップができたらもうここから振り下ろしていく意識を持ってもらうと、いいタイミングでひねれるんではないかなというふうに思います。実際はこうは返っていかないので、ここら辺から徐々にこうひねる動きが多分出てくると思うんですけど、ここがどうしても遅れてしまうと、ひねるのが不足してしまってボールをこう撫でるようなリリースになってしまうので、ちょっとスピン回転数っていうのが、少なくなってしまいます。なのでこのトップを作ったらもうすぐひねる、トップからすぐひねるで、脇を締めてもらって肘を前に出すイメージで、最後はリリースの時に、こう撫でるような形じゃなくて手のひらが上を向くぐらいひねってもらえるといいと思います。でこの時にどうしてもこうひねるので肩開きやすくなってしまいます。ですがこれが開いてしまうと、頭とひねる位置距離が生まれてしまいますので、スピンちょっと弱くなってしまいます。なのでなるべく肩は我慢しつつ、リリース前まで持ってくる。で頭とリリースが近ければここ腕振ると、強く振れるので、スピンそしてスピードも速くなると思います。ロールいきます。はい、じゃあピールドロップの方を説明していきます。前回ライズボールの時に説明したんですけど、トップまでは常に同じ形で入ってください。でトップできたら小指から落としていく。でボールがずっと三塁側を向いた形で下ろしてきてブラッシングすると、リリースの時にボールの後ろに指が入ると思います。そしたらトップスピンかかります。はい、書いてみてください。はい、続いてはロールドロップについて説明していきます。ピールドロップ同様、トップができるまでは常に同じ形で入ってください。でトップができたらすぐひねり始めるイメージで投げてください。この映像でもちょっと遅く見えますが、イメージはトップができたらすぐひねっています。それぐらいのイメージでひねり始めると、ちょうどリリースするときにボールの上に手が今度は入ってトップスピンがかかるということになると思います。はい、いかがだったでしょうか。ドロップ2種類投げ方、紹介させてもらったんですけど、自分に合う方だったり、もしくは2つとも投げれるんであれば、使い分け試合でしてもらえると、抑えられると思います。まだチェンジアップだったりスライダーだったり、ピッチングの、細かいステップとか着地とか、いろいろやっていこうと思います。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではバイバイ。ひらきんソフトボール TV ではこれからも
ソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!